想像してみてください。死を客観む実際に従わない場所。砂漠の風が古代文明の秘密をささやく場所。そして一つ一つの地が何か偉大なものを求め、この地を越えていった者たちの記憶を絶いている。心の準備をしてください。なぜなら今日はあなたは目に見えない土地をくぐるのです。それは結びつける扉、親身剣なるもの、そして言葉では言い尽くせないもの。ようこそモロッコの奇跡へ。何がその場所を聖地と呼ばせるのでしょうか。超自然的な風景でしょうか。古代からの人々でしょうか。あるいは大地に足を踏み入れる前から魂を震わせる説明できないエネルギーでしょうか。モロッコ、アフリカとヨーロッパ南部を結ぶ地理。大西洋にたがまれ、地中海にかかれ、アルジェリアとゲサハラに接する国。3000幾百万人以上の人々が暮らし、都市は歴史を呼吸している。ピから男まで未然38キロにわたり、対照的な景色が続き、無限の美しさが広がっている。あなたは今届き明かそうとしているモロッコでとも人生で毎覚的で、そして壮大な時の目的地を果てしない砂漠から何十歳もの地域を守り続ける都市まで。そして私は感じるのです。あなたはもう二度と同じ目で世界を見ることはないでしょう。エルグシエツビの黄金の砂丘からシェフシャウエンを積む頃の世界へ。トドラ谷元田です。谷ゴヌの圧倒的な教材から永遠にそびえる愛と弁はどうへ。それぞれの地が秘める体験は理解を超えている。天空に触れるかのような山を登り、うずつどの竜の騒ぎを聞く。迷い込み、そして見つけ出す。生きた名工フェーズとマラケシュで、ついにはカサブランカの海へたどり着き、そこでは信仰が睡眠に映し出される。しかし注意してください。これはただのドキュメンタリーではない。一つの土工なのです。地図の上だけで起こるリグではない。それはここで起こるあなたの心の内で。ところで住む前にこの私たちのカッセーネチャンネルに登録しているか確認してください。そうすれば次の旅もあなたの地平線から逃げることはありません。さあ深呼吸して、これから訪れるものはまさに血を飲むほどの光景です。私たちの旅は始まる砂漠の民地からザゴラとメールズガの下で、そこではカーギンの砂丘が創造主によって刻まれた大聖堂のように立ち上がる。あまりにも超現実的な光景、想像の限界すら眺む。だがしなして砂の干潟にあるものはあなたの想像をはるかに超えている。ユーモミンのキャンプ、逆で作られたムルラ、隠されたオアシス、そして空飛。それはまるで描かれたかのように直接神のイエチェによって。さあ次第と共に進みましょう。なぜなら今砂漠の道がその最大の秘密を明らかにしようとしているのです。
砂漠の実、ザゴラからメールズガヘ。想像してみてください。地平線の火旗に消えていく道、片側には巻いた山々、もう一方には何もない場所に奇跡のように現れるオアシス。伝説の道へようこそ。ザゴラとメルズ川を結ぶ道へ、300キロ以上に及ぶ路率、モロッコ砂漠の中心を借りていく。ここには交通表示など存在しない。もに行くのは砂丘、そして何時期にも渡りガウや黄金、そして物足りを運んできたキャラバンの手記。そう、イキリの頃さえも決して砂漠に都しなかった人々の記憶を抱いている。ザゴラを過ぎるとドラータニーグが現れる。広大な河口の中にあるインチの回廊、200キロ以上にわたるヤシの棚、春和を包み込むオアシス、大地から焼き出たような逆のカスバ、そしてこの過去な風景にきくらう地の天。ところで、ここがモロッコ最大のヤシの隣だと知っていましたか？100万人以上のナツメヤシがシノイスコリ。地元の人々を庶むだけでなく、文化や伝統を支え続けてきた。それは私1000年以上の歴史を持つ。住むにつれてカスバーが増えていく。本物の逆の要塞、商人や家族、キャラバンを守ってきた。無敗年以上の歴史を持つ者もあれば、後にただひたすらに耐え続け、シムト、そして永遠にそぐう者もある。メルズガヘのプは単なる地理的な理ではない。それは死を超える特攻、古代のパニをかめり、何式も死が止まったような村を抜けていく。そして一つ一つの顔が、一つ一つの騎士を生みが、本には決してあらない物語を語ってくれる。やがてサデが景色を支配し始めると、エルグ設備が現れる。壮大な砂丘の剣なり、カーサハイモンジメトルに対するものもある。それはまるで創造主によって固まれた大聖堂。ここでは死が消えとる。教材が声を持つ。そして巣が砂巣の上に見えない時を書き残す。ここには確かに声なるものが拾っている。想像してみてください。高さ8も同じメートルの砂丘の頂でメシリッチを見ることを、クーラは黄金、顔の色に染まり、クガはゆっくりと砂漠を蹴り落ちていく。そして全てが止まる。夜になると、ここでは別の壮大な舞台が広がる。クーラは真の海へと変わる。街の上りもなく、音もなく、ただあなたと宇宙と冬のささやきだけが残る。それはまるで無限からのメッセージを運んでいるかのよう。ユイメミンのキャンプは浅そう。トゥアレグのようにし生きる体験へ、ベルベルのテントで眠り、今まで見たことのないほど形に満ちた空の下で脇風をくげみ物語を分かち合い、民と帝を味わい、そして気づく。ここでは少ないことが実はやかさなのだと。ところで、もしこのリリがすでに世界の素晴らしさを感じさせてくれたなら、私たちの覚醒チャンネルに登録しているか確認してください。
そうすれば、次の利義もあなたの道に寄り添い続けます。見てください。笛に噛まれた形を。砂は創造主の槍の下で穴う。一つ一つの砂球が死の皮膚を飽き、一つ一つの沈黙が前の言葉より強弁に語る。ここでは自然は語らない。それはささやく。そして耳を飛ます者は知るのです。生きり力の砂に偉大なるものがぎろっていると。そしてもしあなたがモロッコはただの砂丘、黄金の砂漠だと思ってるなら覚悟してください。なぜならこの砂に地平線が紺に染まるから。人の持つ貝の極には存在しないほど深い頃、それは間違いなく創造中自身が描いたもの。灰も彼も階段も魂と目をよす制御へと変わるのです。シェフシャウェン、話を導く頃。想像してみてください。手全体が毛に染められている。地面もコロ、彼もコロ、空気までもコロ。リフ全膜に噛まれた聖母、まるで異次元へのピラのよう。ようこそ、魔法のようなシェフシャウェンへ。ナケディ子宮時年に創設されたスペインのヤキタン新聞から逃れてきたイスラム教徒とユダヤ人によってシェフシャウェンは平和の聖母として生まれた。クレイスチャ、それはすぐに世界で最も写真見返し精神的な地の一つとなった。でもなぜこの地位は全てこうなのか。ある人は言う、キルは文を追い交うと。別の人は言う、キルは天を象徴し神とのつながりを閉じ続けると。真実はそれは全ての彼に刻まれ、全ての階段に飾り、そして多分この教材の中にこの道を歩く者だけが聞けるものとして存在している。シェフシャウェンを歩くことはまるで夢の中を散歩するよう、花に探られた階段、聴覚のような灰、隠れた十条、リスの音が祈りのように向く。そしてすべての経が話をよすために書かれているかのように感じられる。ところで、もしあなたが公園品好きなら、きっと迷い、そしてまた見つけるだろう。地元のスクで、タペストリー、陶器、植物、すべて手作り。家族が代々受け継いできた伝統によって、今も必ずいている。そして静かないでください。もし突然目の前に隠れたりヤードが現れても、道には面、墓地の家具、そして霊言はまるで善よ異形物語から抜け出してきたよう。シェフシャウェンはタンジェから激白20キロ、そしてシュドラバトから参拝文字キロに位置する。リフ全膜に囲まれ、標高無配粒子メートル以上に住む女。それがこの分野かな気候とほとんど神秘的な雰囲気を生み出している。さらに冬になると矢の斜面がエメラルド色に染まる。そしてキアスの頃はさらに一層輝きを増す。まるで自然そのものが創造主の傑作に署名をしているかのように。
愛するモスクは無限の頃と対象をなす。そして高田にも立つスペインモスクの展望台からは、言葉では言い表せない景色が広がる。モシギが裏を黄金に染め、手全体が山マナナの中に浮かんでいるように見える。やがて夜が訪れると、昇りが灯り、シェフシャウェンはまるで超現実的な光景へと変わる。経済、向くのはただミスノボンド、フズノボンド、そして自社、ザマーまでにこだまする祈りの声。もしこの握りを私と同じように楽しんでいるなら、ぜひいいねを押してください。そうすれば私たちはこれからも一緒に旅を続けられる。世界の経緯を10手。もしも全てを見たと思うなら、深呼吸を。モロッコはまだまだ私たちに秘密を見せてくれる。次の目的地は毒や死ではなく、純粋な顔でできた彼が立つ場所。それは死の手柄そのものによって包まれたもの。次の目的地ではトドラータニコとダデスタニコの壮大な下見を渡ります。神の創造がこれほどまでに空大な形をとり、人間という存在を小さく、そして深く祝福されたものと感じさせる。さあ共に進みましょう。この力はまだ始まったばかりです。トドラートダです。予想を超えるしたこと。心の準備をしてください。ここでは自然は描いたのではなく釣り上げたのです。シェーフィのようにそびえる源平、フラニン神、地平線を押しつぶす。ようこそトドラタニコトダデスタニコへ。テインギルからわずかかキロ。トドラタニコツは巨大な裂け目のように開き、海家は狭めとるにも題する。それは工学の傑作。だが人間の手によるものではなく、創造主そのものの手によるもの。顔は宇宙と誰と時間に巻かれ、超自然的な聴覚のような形を作り出す。座骨の狭い部分はわずか8メートルの釘しかない。ここでは感じるのは自分が小さな存在であるということ。一歩進むごとに小玉が自分自身の存在を返してくる。まるで砂漠そのものがあなたを見つめているかのよう。この時のべっ甲を歩くことは想像の舞台力を歩くことに似ている。今も流れる効果の音が圧倒的な経済と混じり合い、後上にそびえる原皮の中で向き当たる。そしてまだ続く。そこからかキロ先にはダデスタニコが広がる。大地は折れ曲がりねじれうねり富を生み出す。まるで見えない手で描かれたかのように。いわゆるダデスの化物。それ自体が壮大な光景。完璧すぎるジグザグの連続。まるで天正の建築家が描いたかのよう。タニコの道を登るにつれ、その凄大さがこうキャゲす。浅い山、巨大な死のような顔、そして玉空に浮かんでるかのような弾圧。ちなみに
猿の死と呼ばれる知性がある死の方が自然の種のように立ち並び、大抵そのものの彫刻。とも魅力的なのは、この過去な風景の中で命が花咲いていること。かよい庭やしが芽吹き、小さなベルベル人の村が忠理に見からうかのように斜面にしがみついている。そして今ここを旅しているあなた、少し立ち止まってコメントを残してみませんか。教えてください。この場所をすでに知っていましたか。それとも私と同じように魅了されていますか。太陽が動くにつれてシャコテの彼は色を変える。黄金からハヘ、オレンジから声、まるで砂漠そのものが新しい貝を描き続けているように、一瞬ごとに。そして夜が訪れると渓水が支配する。山から冷気が降りてくる。そして空は小さなの展開へと変わる。この場所の記憶は監視に刻まれ永遠に残る。さあ耳を澄ませて、次に訪れる場所はあなたを一つの要塞へと導く。そこは死だけでなく高いにも帝国にも、そして砂漠のタラにも耐え抜いた次の目的地、愛と弁はどうを家の要塞があなたを待っている。愛と弁はどう永遠の抑裁。想像してみてください。つとじと時間で繰られた信用。それは要塞、砂漠だけでなく死味そのものに眺む場所。ようこそ愛と弁はどうへ。モロッコの心臓に刻まれた宝石。マラケシュからおよそ排気2キロ、ウニラ川のほとりに位置するこのクサルはただの村ではない。生きた証人。それはキャラバンがサハラを渡り、ヤコマカシン、秘密を運んだ時代の。二差しの下で黄金色に輝くトゥの彼。それは無敗年以上前に助かれた。そして今もなお守り続けている超人、天使、家族たちの記憶を、この彼の掛の下で生きた人々の。そう、ここはただの場所ではない。イクパッキ年以来、愛と弁は童話、ユネスコ世界遺産に登録されている。それはただし美しさだけでなく、人類全体にとっての価値を永遠に噛むただし。狭い路地を登ることは死を陸することに似ている。鉄理の門、隠された中町、糧に払われたトンネル、そして見晴らし台。そこから広がる景色はまるで神の手で刻まれたかのよう。ところで、もしこの景色に見覚えがあるなら偶然ではない。愛と弁は童話、壮大な映画の舞台となった。アラビアのロレンス、グラディエータ、ルークゲーム、オブ・スロー・ウンズ、そしてガガ5億の作品が、ここに求めたのは現代の世界がもう総り出せなくなったもの。気づかされるのは
建築そのものだけではない、周囲の風景と語り合うように存在していること。一つ一つの時、一つ一つの彼が完璧な調和を奏でている。ヤザマママとスラと、そして砂漠の教材と、ここへたどり着くには小さな川を渡らなければならない。品にはほとんど事故を消す川。だがアグの機械にはその水面に映るのは陽性の後期のシルエット。生きた会話。それは機械ごとに鹿を変える。生世の死からのガメはただただヒプノティック。幾全体を感化し、地平線へと極める山場を捉える。そして感じるのです。ここでは、実は流れない。それはたまり、存在し続ける。圧倒されますよね。もしあなたも私たちの世界がどれほど素晴らしいかを感じているなら、私たちの活性チャンネルに登録しているか確認してください。そうすれば、私たちの地は終わることなく続いていく。そしてもしモロッコはただの砂漠だと思っているなら待ってください。これから私たちは登っていく。蔵へと伸びる道を。そこでは雪がアフリカの手を払っている。次の目的地ではアトラス山脈を登り、イムリールの羽を探検する。斜面に張り付くベルベルのムンラルナン、森や川を越えて続く街。そしてその底にはトゥブカル山が立つ。壁アフリカ最高峰。そこは創造の偉大さがあまりにも草原に現れる場所。言葉でさえも小さく感じてしまうほどそこで待っています。アトラス山脈とイムリルのくじ、天への階段。これが空を切り裂くようにそびえるヤンマナ、隠された光景。斜面に浮かぶモノラ、カナが描く魔金、そして教祭。それは空所ではなく神聖なもの。あなたは今到着した壮大なるアトラス山脈に。それは自然の巨人に見せ無廃キロ以上にわたり広がり、モロッコを越え、アルジェリアを越え、チュニジアまで。まさに西アフリカの死後。今日の目的地はイムリルの葉に隠された聖郷。マラケシュからわずか80キロ。だがまるで別の活性のよう。ここではベルベル人の村が斜面にしがみく。レクリの家。まるでヤムそのものから生まれたよう。象形は風をとがうように走り、そして高みにはいつもそこに全てを見守るトゥブカルヤム。標高自然迫流式メートル。トゥブカルはバイアフリカ最高峰。そこに登ることは単なる登山ではない。それは石、信仰と忍耐と、そして祈りの理智。夜になると信じられない光景が広がる。モロスコの山々が木に払われるのだ。白いフームド、アフリカの太陽の下で輝く。その対比はあまりに超現実的で、まるで創造主の手によって描かれた絵画。
ここに来るリチュ人は景色以上のものを求める。彼らが求めるのは刑事、つながり、そしてどんな都市もどんな総員も与えることのできないもの。この国には魔法がある。流れる誰の音、戸のかまどで焼かれるパンの香り、子供たちの怪我を、信号を見たこともなく自由に駆け回る。ところで、もし今私と共にこの瞬間を生きているなら、いいねを押してください。そうすれば私たちはこれからも一緒に世界のケーギを探し続けられる。イムリルの癖はまたトゥブカル国立高原への流口として知られる。3倍8平方キロ以上に広がるココ、カワン、シャンバンマ、そして野生の命、死や森の間に中華に息づいている。登るにつれて世界を上から眺める。運が足元を通り過ぎる。そして一瞬あなたは理解する。私たちがどれほど小さい存在か、そして同時にどれほど恵まれているか、この創造の一部であることに。正義の合金の光が勢を弱富士を照らすと、アトラスは姿を変える。それはもはや山ではない。大地に噛まれた大騒動。すべての時、すべての彼、すべての風の死灰が祈りをささやいているかのように。だが覚悟してください。これから私たちは高みを掘り、大地から湧き出す奇跡に出会う。天から落ちる水が砂漠そのものにがむのです。次の目的地ではうずつどの竜がはまっている。巨大な竜、天然のプール、木々の間を種る猿たち、そして瑠璃かな下こちを抜ける荒涼。モロッコの心に狂る一片の楽園。うずつどの竜、誰の力。本物の誰の彼。高さ8メートルを超えて落ちる。それは自然の競争曲。誰の音が盗み込み魅了し、嘘い流す。まばさえ気づかなかった中島でも。あなたは今到着したウズッドの竜へ。モロッコ最大にして身元も圧倒的な竜の群れ。マラケシュからおよそ8キロに位置する。ここは本物のオアシス。創造の力によって刻まれた場所。エル・アビド川が浅みをまびた世界観の弾圧を落下し、いくつもの段差を越えて流れ落ちる。誰は白いブエールを描き、種の斜面と最下に溶け込んでいく。そして見つめていると、この場所はただの水と死だけではないと気づく。ここには命が巻きだっている。ババリマカクは死から死へ飛び回り、遊び、いじき込み、次には食べ物の盗もうとすることさえある。
夜の熱へと続く象形は冒険への誘い。顔に刻まれた階段、隠れた展望台、小さな洞窟、まるで別の世界への T のよう。さらに心の準備を。曲がるたびに景色は変わる。ある場所ではすぐ近くまでくし寄り、顔に誰しぶきを感じることができる。それはまるで自然そのものの保養。さらに進むなら小さな船があり、ルーの審査まで連れて行ってくれる。それはほとんど超現実的な体験。巨大な水のカーテンの下で聞こえてくるのは地球そのものの声。そしてもしここまでの力ですでにこの世界の素晴らしさを感じているなら、私たちの覚醒チャンネルに登録しているか確認してください。そうすれば私たちは共に歩み続け、世界の権威を探す時を続けられる。太陽が動くにつれ、うずつどは死を変える。物の中に巣が現れ、ルーの巣の森は鳥の割と溶け合う。そして一瞬、死がまるで止まったかのように。だが今、心の準備を。次の目的地では全ての感覚が目覚める。色、香り、物なて、そしてエネルギー、それは間のち止まることがない。次の目的地ではマラケシュを探検する。感覚の毒、それは命の爆発。目曇るのようなメディナ、活気あふれるスクール、眠らない人が隠れた土源。そこでは経済が公金にももしもる価値を持つ。一緒に住もう。この宇宙へ。言葉では説明できない、体験することでしか理解できない世界へ。マラケシュ、感覚の土器。あなたは今到着したダーカキをプガるごとに畜産が爆発する街へ。空気には香辛料の香りがなおい、音楽家の調べが祈りの呼びかけと溶け合い、そしておらい声が向き渡るメディナの中に。ようこそマラケシュへ。赤い街、厳やかな妙高、伝統と現代が並んでまない踊る場所。ここではすべての体、すべての項が実際を超えた秘密を隠している。街の鼓動はジャマエル船広場にある野外漁場のような場所。蛇使い、魔術師、音楽家、商人たち、そして物語が空気に対、まるで景色の一部であるかのように。そして太陽が沈むとイコル幸せを変える。昇りが灯り、食べ物の舞台が突入現れる。で、サフラン、チョ様の香りが武漢を積み込む。マラケシュは訪れるのではない、感じるのだ。
なところで、もしあなたが建築を愛しているなら、きっと心をわれるだろう。バイヤー光点、大霊子の中だ、ゼリジュのタイル、トゥトゥリの天井、それは真の時。メッキ、そして光で見られた時。マジョレル長剣、都市の喧騒の中に住む頃と隣の生後、フランス人家かジャックかマジョレルが学ばり、ファッションデザイナーノイブ・サンロ・ランによって不朽のものとなった。この場所は、ただただ、埋格的。そして地平線には、すべてを見守るように、クトウビやモスクが立つ、高さ90メートルのミナーレットを持ち、それは単なるランドマークではなく、霊的な灯台、感覚の銅を導いている。しかしマラケシュは、大きな建造物だけで生きているのではない。真の魅力はシープにある。隠れたリアド、静かなチュンテョ、ささやく弦、そして天井、光がブワイ、風のリズムで踊る。メディナのロチは別世界そのもの。ありとあらゆるものを売る市場。両断、ランプ、香辛料、歌。そして時には、存在すら知らなかったものに出会う。だが今は、めかせないものに感じられる。そして、もしこの旅を楽しんでいるなら、コメントを残してみてください。ここまでで何が手も驚きでしたか？それとも、どの場所を実際に訪れてみたいですか？夜が訪れるにつれて街はさらに魔法をまびる。上りがロチのだれたまりに移り込み、ウードの飲食が、シの匂いと混じり合い、焼きたてのパンの香りまでも。そして全てを見尽くしたと思った時、マラケシュは再びあなたを脅かせる。一つのティリが開き、隠されたチェーゲンを明かす。秘密のリャード、一つの部屋、死がまるで止まったかのような空間。このまま一緒に進みましょう。次の目的地へ。そこは歴史が読まれるのではなく生きられる場所。すべての今日、すべての現、すべての時。そこには何隻もの地域が揺ろっている。次の目的地ではフェーズを探検します。古代の縫色の米港。世界最古の大学が存在する町。縷を染める工房は1000年以上前と同じ方法で、そしてメディナは目先づき、生き物のように混ざっている。一緒に行きましょう。フェーズ、古代の累積のメコ。ここは生きたメコ。先前を超えるロチがあり、前年の歴史を守る超別にたごまれている。ようこそ、神秘的で、濃密で、そして絶対に心をがうフェーズの街へ。ゲリキ・バキュネに創建されたフェーズは、
モロッコの精神的文化的首都とされる。ここでは伝統は思い出されるのではない。日々生き続けている。すべてのしぐさに、すべての時に。フェズのメディナは世界最大。本物に来た言う期待。過去と現在が許可なく混ざり合う場所。ここを歩くことは西洋の論理では説明できない宇宙へと飛び込むこと。路地はあまりに少なく、近代的な交通は入ることができない。ここでは車とは清れロバの仕事に変わる。そして彼に吹く物語のささやきへ。メディナの中心にはアルカラ・ウィーアイエン大学がある。ギネスブックに認定された世界最古の今も続く大学。歴歴半無9年。一人の戦艦の意のある女性ファティマ・アル・フィフリーによって創設された。実際にここに立つことは文明の根源に触れること。何世紀もは取り残された欠本の図書館。学びの声が祝共同。中世以来、知識はここで回り向いている。しかし、フェーズはまた色彩と香りと独特の音でまだ打つ。ヒスナメシバでは、1000年以上前と同じ方法で血が染められる。人体と緻密な死を要する意識。展望台のバルコニーからの眺めは最面書のように魅了する。天然の全量で満たされた朝、か、明かり、かり、陸。そこに癖を切らす職人たち。素材は真の芸術へと変わる。ここでは香りが濃厚。原料の匂い、香辛料の香り、入れた歌の匂い、そして歴史そのものの匂いが混ざり合う。人によっては絶えずごい。だが、誰にとっても忘れられない体験。そしてフェーズに私たちを突きつけるのはそれだけではない。メディーナに点在する言は霧ではない。声なるもの。祈りの前の聖歌に使われ、この場所が見てきたすべての出来事の沈黙の証人でもある。そしてもしこのタリーがすでに心に向いているなら、いいねを押してください。モロッコはまだまだ多くを私たちに見せてくれるのだから。ここで迷ったと思った時、実は自分を見つけているのだ。なぜならフェーズは単なる場所ではない。感覚の体験、精神的な体験、霊的な体験、そして何よりも自分自身の未なる義。そして今、冥国を抜け出し、私たちは教材の消費へと進む。海の音へ、オレラギへ、帝国の毒へ。そこでは歴史が海を抱きしめている。次の目的地はラバート。帝国の経済の度。過去と現代が共に生きる身。アンダルシア低原。愛弁の要塞。霊廟。
そして壮大な発散歌。それは避難所、平和、美しさ、そして総力さのラバト、自国の刑事の銅。想像してみてください。8の戸が何隻もの歴史の小玉と溶け合う鞭を、死の正気がアンダルシア長原を抱きしめ、モスクが立ち、死を超える要塞が残る。ようこそ、草原で精密なラバトへ。ここでは大西洋が歴史の消費に口づけるモロッコ北西部に位置するラバトはブ・レグレグ川の岸辺に広がる。その川は自然の境界を描き、ラバトと林中のサレを打てている。一方には荒い大西洋の地平線、もう一方にはリフ線膜が遠くに形なる無視浜人語りの人口を持ち、ラバトは国内第二の都市だが、おそらく全ての帝国の都の中かで目も静かな町。その戦略的な立地により、ラバトは内陸と砂漠とヨーロッパを見つめる右官をつなぐ拠点となった。実はモロツコの多実の帝国都市の中かで網辺に住むのはここだけ。他の町はマラケシュ、フェーズ、メクネス、内陸に隠れている。ラバトはまた国の外交の首都でもある。大使館があり、政府機関があり、その一方で上限や要塞、そして領地では経理が公金と同じ価値を持つ。一級ギャジ年以来もロツコの首都であるラバトは帝国の優雅さを外す町だが、大都市の戦争はない。ここでは死がゆっくりと流れ、より瞑想的に、より深く。大西洋の岸辺に立つラバトは、オーチャを超えてこる記念牌を守る。まずはハッサンか、未完成のミナレット、高さたりしメートル、世界最大になるはずだった。だがそれでもなお圧倒する、その壮大さで。他の隣にはムハンマド・ムスの領廟がある。ヒクタイリ氏の神殿、立地のモデルと黄金の装飾を持つ。ここにはモロッコ王着3時代が眠る。建築そのものが死に刻まれた祈り。しかしラバトはさらに秘密を抱いている。ウダイヤのカスバ、ダス西洋を見殺す弾圧に立つ。キエルと城の要塞、サイロ地、隠された庭園、そして展望台。そこから広がるのは世界で最も美しいカシギ地の一つ。ここを歩くとき、誰もが感じる。この場所は平和の聖護だと。海の尾が鳥のさえずりと重なり、パーティオや隠れたカフェからはミントの香りがだが合う。だが錯覚してはいけない。このシルケサの面にはラバトの戦いの歴史がある。征伐した帝国の物語。ここから一へと出てった郊外者たち。そして
異国の運命を制作った王たち。アンダルシア長元も見抜かせない聖語、瑠璃と花と弦のモザイク、魂を干すために描かれたかのよう、ここではすべてのベンチ、すべてのシダがケースへの誘い。そしてもしこの鳥がすでにあなたをこもしたなら、いいねを押してください。そして監督すとき、小別門、そして大西洋の無限の地平線を理解するのです。ラバとは単なる手段ではない、それは世界橋。過去と現在と永遠をつなぐ。だが今、私たちの道は海とで出会う現代的でありながら深い精神性を持つ都市へ。信仰が文字通り誰の上に助かれた場所へ。次の目的地ではカサブランカを探る激闘する大都市、市場海岸、そして圧倒的な発散西モスク。そこで声なる者は大西洋と出会い、忘れることのできない形であなたの心に刻まれる。カサブランカ、海にそびえる信仰。ここは高層ビルが海にひれ伏す地、伝統が現代と並んで歩み、信仰が文字通り海の上にそびえ立つ場所。ようこそカサブランカへ。モロッコ最大の都市、350万人以上の人々が暮らす国の経済の中心、大西洋のハニの恩と眠らぬ大都市の鼓動の名でマダイツコスモポリタン。地平線には建築の限界にガム記念碑が立つハッサン西モスク。それはケッサー、大西洋の誰の上に助かれた聖堂。その種は国の上に突き出している。高さ208メートルのミナレット。世界で最も高い祈りの呼び声が向くと、その声は広がり、海へ、風へ、そして無限へと届く。内部はさらに敬意的、大理石の彫刻、手書きの山の天井、巨大なシャンデリア、そして献金の技術、竿の一部が開き、その下に広がる海を見せる。ところで、もしここまでのリーで私たちの活性がどれほど素晴らしいかを感じたなら、私たちの活性チャンネルに登録しているか確認してください。そうすれば、私たちの次のリチも必ずあなたの道と終わる。覚えておいてください。カサブランカはモスクだけではない、激闘する街でもある。市場、海岸、広い大通り、R でこのカフェ、
そして独特の9号、アラブの伝統とフランスの影響。カサブランカの快挙では、過去と未来が覚えず語り合う。そして珍しくないのは、近代的な路面電車が100年の歴史を持つモスクのそばを走る光景。この町は理解している。金歩は剣を消し取る必要はないことを。太陽が沈み、黄金の光が大西洋を照らすとき、カサブランカは真の子をキャンス。町のすべてのシーブ、すべての香りが教えてくれる。人生とは対比であり、出会いであることを世界の間で。だが、ひょじらないで。私たちの歴はここで終わるかもしれない。だが世界はまだ発見されるべき秘密を抱いている。そして信じてほしい。これから出会うものはさらにあなたを驚かせる。そしてもしこの旅を楽しんだなら続けたくなるかもしれない。歴史が人類と同じほど古い土地へ、目が今も向き当たる砂漠へ、神殿へ、そして死を超える場所へ。だからここで立ち止まらないで。次の正体は真なる大地への筆記、ファラオの悪しき預言者たちの死、文明そのものが歩んだ場所。その声は今も風にすく。エジプトの経育へ、ピラミッドを越えた時の具された場所を発見する樽へ。今すぐ画面のドキュメンタリーをクリックして旅を続けてください。そこでお会いしましょう。世界の景気を発見しよう。それではまた次のティトでお会いしましょう。